こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに夏飾りの代名詞水石というものの飾りをお伝えしたいと思います。ご覧ください。山のように石があります。これが水石と思うでしょうが、これは実は今から15年ほど前、私どものところに亡くなったご主人が集めた数千点の石をぜひそちらで扱ってほしいというご依頼で、静岡県にいらした方から全部譲り受けたものです。台座もなく裸で置いてあると何気なく見えるこの石が、一つ一つよく目を凝らして形を見据えて景色を出そうと思ってみると、見事な水石へと変化していきます。すでにもうここから10年間の間に有名な東京都美術館の日本の水石展や明治神宮の日本水石名品展に飾られた石も登場しています。こんなところにあるこの石がと思うでしょうが、今からここから幾点かの石を選んで皆さんにまたそれをご紹介したいと思います。どうぞゆっくり楽しんでください。先ほどたくさんの水石群の中から2つの石を選んでみました。下を切ったり加工していない天然の産石を使っての水石飾りをご覧に入れようと思って選びました。ご覧ください。こちら側が揖斐川石というやつですね。こちら側が安倍川石というやつです。天然のもので一部遠い昔、多分石の古さから見て今から30から40年前に川から淡石という形で拾い上げられたものだと思います。このように全てが天然の姿になっています。必ず石にはその石の見どころというものがあります。山なのか谷なのか家なのか、さまざまな姿があると思います。その一つ一つを景色に見立てて水盤に据えてみる、これも水盤飾りの楽しみです。特にその砂に据えることで景色が一変していきます。これから皆さんにこの石を使っての水盤飾りをご覧に入れます。さて、それではまずこのどちらかといえば平らな石、こちらからやってみます。天然の産の石でわずかな動きがあります。この動きを見立てて、今回は岩の背、渓流の水辺にある石の姿、そういうものを作ってみたいと思います。その時に一番大事なのが水盤の色や形です。今回は東水という方が作った若草釉の水盤を使います。この時期はできれば暑苦しい色は避けたいものですね。なるべくそういうもので、その石が天然のものならどれぐらいの深さに入れればいいかを考えて使います。これから砂を入れる飾りをご披露します。水盤飾りで使う砂は兵庫県の方宝塚付近にあった天神砂というものが最上と言われますが、残念ながら今天神沢は造成でほとんど砂が取れません。この砂は今から50年ほど前に当時の水石のプロたちが苦心の末に探し出したわずかな砂です。この砂が一番水を打っても乾いても石の色を殺さないという静けさを持っています。残念ながら水石の水盤の砂は海砂は使えません。山砂でないと塩分が銅板など水盤を傷めてしまい、水石の周りに白い塩素の塊が出てしまいます。水道水もそうです。水道水を使う時は水がめに溜めて塩素を飛ばしたもの、何日か置いたものを使うことが良いかと思います。それでは水石の砂飾りをする前に道具のご説明をします。簡単に言いますと、水石専門の道具というのはありません。本来はこういうヘラやコテできれいに砂をならして多くの愛好家がやってきました。こちらは盆栽の道具で有名な正国さんが盆栽のコテとして作られたものですが、とても使いよいので特別に正国さんにお願いして、私どもの方で特注で100本作らせていただきました。細いところ、全体の柔らかいところ、
微妙なライン持ち手、まさに盆栽用というよりも水石用と言いたいぐらいのものです。そして何よりも大切なのがこの刷毛です。とても柔らかいこの刷毛は本来は水石用ではなく、京都の舞妓さんのおしろいを塗るための細やかな刷毛です。京都のこれ専門の店が作っているものを特別に何本も作ってもらって使っています。現在東京都美術館などで水を使わない唐綱という飾りはほとんどがこの刷毛を用いて皆さんにしつらえをご披露しています。それでは今から砂を入れてご覧に入れます。まず砂を入れる時は全体で入れてしまう。それを言葉で昔で言う九分通り、8分でもなく10分でもなく、水盤からあふれるほどでもなく、足りないのは一番みっともないと言われます。砂の中に埋まる部分、それが石の景色を大きく変えます。このように敷布を引いて大切な砂を多少こぼれてもまた集められるようにしてやると、とても仕事が早くできます。本当は心が穏やかであれば一粒もこぼれないのですが、私はこぼれなかったことがまだありません。このようにまず平らに引いて、それを刷毛でまず揃えます。あくまでまだ唐綱といって水を打っていませんので、唐綱飾りの場合のご披露です。特にこの縁に見える線がある程度均等になるようにしないと砂がすっきりとした感じを描けません。このような形でまず唐綱の敷を作ります。さて、先ほどご覧に入れたこの平らな揖斐川の石、これをここに据えて一つの夏景色を作ります。まず石の流れ、寸法、それをご自分の目で見て、ここならいいなという場所に置きます。ご覧の通りにまだ石は置いたままです。なるべく水石は落ち着いた姿が描きたいのでご覧ください。ここから据え付けていきます。このように砂の中に埋もれていくことで浮いた部分が消えていきます。そして特にこういう角、こういうところが浮かせて見せる景色は時々ありますが、基本的にはすっきりと浮かない状態を描きます。石ですから安定した姿が一番美しく見えます。このような感じで東北の奥入瀬渓谷、またはさまざまな林間を流れる渓流や滝のそばの流れにはこのような岩や石があると思います。その景色を描くように作っています。この石は右から左へと流れを持っています。必ずこういう石には流れというものがあります。こちらからこちらへ流れるので広がるように左側に空間を持っています。もちろん楕円の水盤でも長方でもできますが、今回はあえてすっきりと長方の空間を使いました。ご覧のように据えた時に先ほど言ったように流れの空間ともありますが、この全体のバランスもあります。前や後ろの力、この一番前の入り江の姿、その時その時の空間ですが、これが水盤でいう魔調子、とても大事なところです。これは一つ一つの石で違いますし、水盤でも変わります。いくつもやるうちになんとなくご自分の形が出てくると思います。参考になさってください。近年の水石展では水打ちをしないでこの唐綱という飾りでの飾りが多くなっています。しかし本来は水盤石は
水を打って砂の水を切り、その静かに乾いていく姿を楽しむのも醍醐味とされます。本来の水打ちの水石をご覧に入れます。外に置いて一度張ったここに水を打ち始めます。このじょうろは手作りの50年以上前のじょうろで、日本水石協会理事長であったもう亡くなった梶山先生の形見のじょうろです。これを使います。ご覧ください。まずは優しく遠目でかけることです。しかも水盤の水があふれないように、外から内へ、外から水石に対して優しく優しくかけてください。これが最終的に砂の中にある空気が飛んで、今砂にポコポコとなって、最後は砂が水藻の中に入ります。そこまで来れば砂は全部空気が抜けて水の中に入ったことになります。しっかりと水打ちをすることが大切です。これが中途半端にやると後で砂が乱れてしまいます。こんな状態にまずします。そしてここからです。この水を抜かなければなりません。特にここから気をつけることがいくつかあります。たまりのようなものがあるものは、その水がジャーッとこぼれないように気をつけてください。どちら側に抜くのも自由ですが、そっと水盤をと石を押さえてゆっくりと抜いていきます。急にやると砂が動いてしまいます。わずかにわずかに見えぬように少しずつ水盤を上げて抜いていきます。取り扱いには十分注意が必要です。このように水打ちをして、そして水抜きをして、これで水盤の水気を取ってまた飾るという形になります。中でご覧に入れましょう。ご覧ください。先ほどまで培養所の外のまるで土手みたいなところに落ちていた石が拾い上げて、見立てをかけ、水盤を用意して砂を張り、水打ちを施し、そこに現れた景色はどこかで見た渓流の脇にある岩の背のような世界です。自然の石が作り上げた造形を見立て心でこのように飾りました。しかもそこに水打ちを施したので、中にあるわずかなたまりや水の動きが今の季節、涼を呼ぶ飾りを描いています。このような水盤飾り、誰もが楽しめるものです。ぜひ皆さん楽しんでみてください。さて、このように涼を呼ぶ水盤飾りが一つ完成しました。もちろんこれで見事な石となると思います。日本の水石展などの審査にも十分通る飾りと水盤合わせと思っていますが、ここでもう一つさらに今度は典型遊びというものがあります。この石に道具を添えることで、大きな床の間や掛け軸を使わなくてもさらに景色を呼び起こすものです。ただやる前に注意するのは、典型というのは使い方を間違うとその景色を小さくしてしまいます。例えばここに一つの大きな水のたまる石があったとします。それを海と見るも、湖と見るも、沼と見るも、池と見るも、水たまりと見るのも、その典型の使い方で景色は大きくも小さくもなります。その点を気をつけて典型を遊びたいものです。ここに小さな小さな銀でできた石霊があります。ちょうど渓谷渓流の岩の背の川の音、その滝の音の脇によく石霊は止まっています。その姿をここにこう表す。それによってさらにその景色が強く出てきます。置く場所、その雰囲気、これもその人の水石の据え付けと同じその方の感性です。道具立ての楽しさが出る景色遊びです。皆さんもどうぞ楽しんでみてください。
さて先ほどの渓流石とは別にもう一つ取り上げた安倍川の石です。ご覧ください。唐砂で古い金葉の水盤に合わせてみましたが、まさになだらかな山並みが連なる遠山石という姿を見事に浮き出させました。右側の主峰、そこから大きくうねりながら流れる左峰への姿、そして奥には遠くに見える山並み、霞立つ日本の山々そのものを表す川連の石ならではの醍醐味です。さてこの遠山石の方は唐砂の飾りで今ご覧に入れています。唐砂の飾りで一つ物足りなくなるのは、水を打った時の石肌の動きが見えないことです。その時にはこのように霧吹きで結構です。一つ水打ちをして石肌を楽しんでみましょう。不思議なものです。さっきはネズミ色のおぼろに見えた石が黒々とした山並みの山容を見せるようになりました。これが石が川から上げられて 1,2 年の若い石ですとみるみると乾いてしまいます。この石もすでに30年40年溶石、つまり雨風に当てて枯れ込んだ味わいになっています。そのためにゆっくりとしか乾きません。そのゆっくりと水が乾いて石肌が微妙に変化していく、これも水石水盤の醍醐味の一つと昔から言われています。いろいろな水盤飾りの楽しみがあります。自分の見立て心でぜひ挑戦してみてください。夏飾りの水盤飾りいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの見立て心で楽しんでください。面白かったなって思ってくださった方、よろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。